マクドナルドに並んでる時に刺されないようにするには日頃どういう生活をしたらよいですか？いやもうここら辺ってね、治安のいい地域に住む以外に答えがないんですよね。結局、治安の悪い地域に住んでると、おかしなことが起こることに巻き込まれる可能性があるよねっていうのがあって、なのでアメリカとかフランスとかでも巻き込まれる可能性があるところには行かない、住まないっていう。割と先進国は何か巻き込まれるようなところには行かない。足立区には住まないとかっていうのが、多分身を守ることになるんじゃないかなと思います。はい。北九州市中学生殺傷事件で SNS に防犯カメラの画像が出ないことに対し、犯人である在日学人をかぶためたと陰謀論みたいなのですが、違うだろうと思いました。事件発生直後に警察が画像を出すことはないし、防犯カメラ所有者が中小企業や個人の中で画像を出してるけど、所有者が大規模で眠りと感じます。15秒という犯行時間で誰も殺的になったのでしょう。私の見解でしょうか。僕もそうだと思います。結局、画像を出してしまうと、本人の逃亡を手助けしてしまう可能性があるので、なので、本人の逃亡を手助けしないために出してないというパターンもあったりするので、現時点ではどちらが正しいのか、後で捕まって、こういう理由だったんですよ、みたいなのが出る可能性もあったりするので、なので、一概に今の時点で警察が悪いとか、陰謀論を言うのはどうなのかなと思ってます。最近ナイフを使用した事件が多いですが、その犯人は大体無職でひも手の男性ですよね。ひろゆきさんの見解をお聞きしたいです。ひも手の男性とひも手の女性との違いを社会的に見てどんな違いがあると思いますか？知能指数の分布図っていうのがあって、大体普通の人が50点取りますよっていうテストがあると、平均点50点で、大体その知能指数って釣り金状になっていて、真ん中の50点ぐらい取る人が多くて、世の中頭がいいって言われてる人は70点とか75点とか取りますよと。で、頭が悪いっていう人は25点とか20点ですよとか。で、もう100点とか99点取る人ってめちゃめちゃレアなんですけど、知能指数って大体真ん中に分布しますよってあるんですけど、男性の特徴としてめちゃめちゃ頭のいいやつとめちゃめちゃ頭の悪いやつは女性より男性の方が多いんですよ。98点とか99点を取る人っていうのは男性が多いんですけど、数学者とかって歴史的な発見した人って男性ばっかりなんですよね。社会学とかになると女性の人も全然出てくるんですけど、ひたすら10年間頭を続けました、その結果ですっていう数学みたいな分野になっちゃったりとか、設備を使うなんか理論物理学とかになっちゃうと、やっぱり男性の割合が高いんですよ。要はそれって男性が頭がいい人の割合が高いなんですけど、裏を返すと頭の悪いやつも男性めちゃくちゃ多いんですよ。狂ったように頭の悪いやつってもう大体男性なんですよ。世界中の連続殺人犯の 99% って男性なんですよ。女性でも殺人をする人っていうのはいるんですけど、お金のために殺しましたとか、好き嫌いでの恋愛の末殺してしまいましたとか、1人殺した2人殺したぐらいはザラにはいるんですけど、連続殺人犯やりましたっていう女性ってほんと少ないんですよ。北九州かなんかで家族を洗脳してで説得して殺し合いをさせたおばあちゃんっていうのがいるんですけど、あの人がかなり珍しい例で、殺人の主犯格が女性っていうすごい珍しいんで、もうちょっとなんか研究対象としてみんな扱えばいいのにと思ったんですけど、殺人というか人を殺すための判断はしたんですけど手を下してないパターンの女性っていうのがいるんですよ。サッチャー首相ってイギリスの首相がじゃあ戦争をするって言って死者が出ましたとかって別に自分で人殺してないじゃないですか。女性の指導者のもと戦争が起こるとかはあるんですけど、自分の手でバシバシ人殺しましたっていう女性ってほんと少ないんですよね。さっき言ったおばあちゃんとかも指示を出しただけで実際自分の手で人はそんなに殺してないっぽいんですよ。なのでやっぱり人殺せるってちょっと頭悪くないとできないんで、そういう意味で頭が悪いことするのって男性の割合めっちゃ高いので、なぜそういうことをするかっていうと男性は頭が悪いからって結論なんですよね。でなぜひも手が多いかっていうと、幸せな人は頭の悪いことをしなくてもよい、あと頭のいい人はモテてしまう。なので頭が悪かったとしてもモテてる人って別に無茶しないんですよ。社会で何か違法なことをするとその幸せな生活ができなくなってしまうので、なのでまず社会で自分が楽しいことがないという状態である。でこれがひも手の男性と女性共有するんですけど、でさらに人を殺すぐらい頭が悪いってなるともう男性特有の症状になるので、結果として無差別殺人とか通り魔とかやる人っていうのは男性のひも手の人が多いですよっていう。だから金持ちとかも割と幸せに暮らしてたりするので、そういう悪さしないですよね。貧乏な人の方がそういう悪さをする確率は高かったりします。はい。ひろゆきの言う無敵の人がまた暴れましたな。いやー良くないですよね。大勢を殺す気もなかったし殺す能力もなかった人が事件を起こしたら結果としてものすごくでかい事件で下手したら戦後最大みたいになってしまったっていう話なので良くないっすよね。お前の世代終わってんな。そうなんですよね。僕の1個下かな、ニュースに流れてる情報だと
統合失調症を発症していて近所の人にも迷惑をかけていたみたいな状態っていう。例えば40歳の人で氷河期世代と言われてる人で非正規雇用を20年やってましたっていう人って恋人もいないし家庭もないしもちろん子供もないからなんで生きてんのっていう状態になってると思うんですけど、もうちょっと上の60代とかだと年金とか払ったりしてそれなりになんとか人生全うできるよねってなってるんですけど、ちょうど40歳ぐらいの世代ってお前ら働こうと思ったら働けんじゃんって言われてるんだけど、でも企業側って雇うんだったら若いやつの方がいいよねっていうので20代30代雇っていて40代雇うとかなくねみたいな状態になってるわけですよ。別に彼らが働けなかった理由ってどうなのっていうと、たまたま就職氷河期だったよねっていうのと、その時代派遣社員っていうシステムができたせいで働いてはいたんだけど派遣だから何の利益にもならなかったよねっていうところで割と運が悪かった世代なんですよ。僕の同世代なんですけどね。社会から割とその不遇な状態になった人が社会に対してもう知ったこっちゃねえよってなるのもしょうがないよねっていう気はするんですよ。だって社会は彼らに対して優しくしてないんだからさ、彼らが社会に対して優しくするべきだっていうのはあんまり説得力を持たないんじゃないかなと思うんですけどね。非正規40代どうしたらいいですか？生活保護取った方がいいですよマジで。誰でも彼でも生活保護を取れる時代って多分ひょっとしたら5年ぐらいで終わるかもしれないんですよ。日本ってそんなに経済状況良くないので。今って日本ってまだ憲法変えてないので本当に生活できない人って生活できない証明さえすれば生活保護もらえるんですよ。で生活保護もらえば働く必要なくて毎月それなりに家賃と生活費がもらえるんでさっさともらった方がいいですよ。痩せ我慢とかしないで、他人に牙を向く人と自分に牙を向ける人、自分に牙を向く人は昔から多いですが、日本はどうして他人を巻き込む事件が増えてしまったのでしょうか。他人を巻き込んでやった事件のそれなりに評価が高くなってしまったのが問題なんだと思うんですよね。悪いことをしたらこれ悪いことだよねっていうので割とそれで昔は終わってたんですけど、秋葉原の加藤さんの事件の時に加藤さんのようなことをやることというのはそれはそれで俺はすっきりしたみたいな加藤さんを擁護する意見っていうのがネットでちょこちょこ出てきたんですよね。アメリカだとインセルって言われる独身男性とかがカップルだったり女の人だったりに攻撃的になるっていうのがネット上の意見とかがあったりして、幸せそうな奴らカップル死ねばいいとかカップル爆発しろみたいなそういう言説みたいなのがネットにあったりして、そこら辺の社会的状況をまとめて作った映画がジョーカーっていうのがあるんですけど、でそこら辺の社会的状況をまとめて作ったジョーカーっていうのを今度は真似をして電車の中で爆発物ガソリンばらまいて60歳の人ナイフで刺すっていう人が出てきたみたいなのもあって、でそれもあれひどいよねっていう意見の中にああいうことやる人の気持ちもわかるよねっていう意見がやっぱりヤフーコメントとかには出てきちゃうんですよね。そうすると自分は一人じゃないんだ。でどうせやるんだったら自分の怒りっていうのを誰かにぶつけることですっきりして一部の人から評価される形になりたいっていう。古く言うと例えば暴走族っていうひたすら暴走するだけの人たちっていうのが昔いたんですよね。昭和の時代とかにバイクとかで。でそれって例えばじゃあ信号がありますと、信号をみんなで赤信号を通りたいから赤信号の間に信号の交差点に行ってそこの交差点の真ん中でずっとクラクション鳴らしてバイクを吹かす役目の人っていたんですよ。でそれは他の後ろから来る暴走族の人たちが通りやすくするためなんだけど、でそれはでも他の青信号の人たちからおいおいふざけんなとか言われたりするんですけど、そこを我慢して違法行為をやり続けるっていうのが暴走族の中では評価される業務なんですよ。特攻隊長って言われたりとか赤信号の間に交差点に入ってそこで他の車を止めるっていうので下手したら事故るので、悪いことをやることで評価されるというグループの中でいくと他の人がやらないような悪いことというのもそのコミュニティの中では俺って存在価値があるんだってことになるんですよね。本来であれば人を殺すとか建物を燃やすとか悪いことなんですけど、でも社会に対して怒りを感じている人たちっていうのはそういうことをやる人をある種評価するっていうのがあったりするんですよ。っていうのも昔に比べるとちょっと増えてる気がするんですよね。社会が閉塞していてなんとか社会に一撃与えた方がいいよねとコメントでちょこちょこ見たのが、一般庶民にはやるなと。どうせやるなら政治家にやれって書いてる人結構いるんですよ。意見としてはわかるんですよ。犯罪を犯してしまった人が苦しい状況にしたのは一般市民じゃなくて政府だよねっていうのはわかるんですよね。だから政府を攻撃しろっていうので、それもその合理性はあるんですけど、結果としてじゃあ攻撃をすることでこの人たちは喜ぶんだとか、こうすることで社会が喜ぶんだっていうふうに思って犯罪をやってしまう人が増える可能性が高いんですよね。
っていうのがあって、最終的には不景気が悪いよねって話なんですけど、不景気が割と進んでしまうと、原因っていうのをいろんなところに探そうとするので、アメリカだと移民が悪いとか、フランスでもそうなんですけど、経済的に悪いのは移民が悪いとか言い出すんですけど、何が悪いかっていうと、コンテナと IT が悪いんで、別に移民悪くないんですけど、例えばイギリスっていう国が、移民が悪いんだっつって移民が入らないようにしようぜって言って、ブレグジットっていうのをやって、移民が一切入らなくしてみたら、移民労働者がいないので、荷物全然運べないとか、農作物を収穫してくれるための季節労働者とかもいないので、畑で野菜腐っちゃったって言って、老人めっちゃ困ってるみたいな、っていう感じがあって、実は困った原因を作ってたのは移民じゃなかったっていうのはイギリスはようやく気づいたりはしたんですけど、そんな感じでいろいろ問題の原因っていうのを間違えてしまう人とか出て、あとそれがじゃあ悪い方向に向かったりするので、やっぱ不景気って良くないよねと思ったりします。無敵の人テロが多発して社会的弱者問題が議論になってますけど、金肝中年は社会のせいでなく当人たちの無能さと怠惰のせいではないでしょうか。強者総通りで弱者の出足が当たり前であって、今はむしろ惨めに生きていくのを受け入れれば死ななくて済むだけマシな世の中の何が不満なんですか。なんか社会がなんだろうな、何にもない人はどうでもいい人なんだから黙って死ねばいいじゃんっていう人にとってみると、別に社会なんてどうでもいいんだから壊してもいいんじゃねっていうのって表裏一体だと思うんだよね。自分が相手にやったことって相手から返ってくるもんだと思うんですよ。社会が金もないキモいおっさんに対してお前早く死ねばいいのにって思ってたら、やっぱりその人たちも社会に対してじゃあ殺してやるわってなってくると思うので、あんまり良い循環ではないと思うんですよ。金もなくて気持ち悪い中年のおっさんで子供部屋にずっと住んでらっしゃる方っていうのが今5845人ぐらい見てると思うんですけど、その人たちにお前の人生って価値ないし生きてても無駄だし何のために生きてんのとかって言っても意味ないじゃん。言ったらお金もらえるわけでもないしさ、とりあえずほっとけばいいんじゃないの。なんかさ、ニートとか引きこもりの人とかにさ、家出てこいとかさ、働けとか言う人いるんだけどさ、ほっとけばいいんじゃないの。じゃあこの人気持ち悪いんだと思ってもさ、口に出さないでふんって思ってればいいじゃん。なんでわざとそういう弱者の人の悪口を言おうとするんだろうね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。